んにちは、リアンです。遅くなりましたが、今年もよろしくお願いします。そして初の声出しに挑戦してみました。緊張していますが頑張ります。そしてサブ島のクリエイトがスタートします。サブ島のテーマはこちら、桜舞う和風島です。サブ島の完成に向けてクリエイトしていくので、温かく見守ってくださると嬉しいです。それでは島クリを始めます。今回はこの辺りをクリエイトしていきます。具体的には飛行場から案内所までです。まずマイデザインを敷いていきます。縦に11マス伸ばしていきます。隣の列も同じように敷いていきます。4列の道にします。目印をつけて桜の木を植えていきます。道をさらに横に7マス伸ばします。今私が立っているあたりに橋を架けます。川を作り横に7マス伸ばします。橋を斜めに架けたいので斜めに掘ります。もう少し川を大きくしたいですね。案内所前に5マス印をつけて、印をつけたところまで川を広げていきます。斜めの橋を架けられるように土地を作っていきます。両岸を斜めにします。1、2、3、4マス斜めに削ります。橋回りの地面を自然な形に整えます。案内所の目の前まで川を伸ばしていきます。川の縦の幅は7マスになりました。右奥が寂しいので崖を作ります。横に5マス、縦に6マス作ります。アクセントに滝を作ります。川が直線的なので自然な形に整えていきます。崖と川をもう少し広げましょう。いろいろ試しながら川を作ります。最初は川が直線的でしたが、カーブが入って自然になりました。ここに住民さんのお家を建てるので印をつけておきます。崖を拡張してこの崖を山にします。桜の木を植えていきます。木を植えたいので崖を拡張します。五重の塔は木で囲んで遠くにあるように見せます。低木はアジサイとツツジと金木犀を使います。低木と麦畑で隙間を埋めます。アクセントに白色の菊を植えてみます。
粒で崖肌を隠します。山っぽくなりました。遠くから見てもいい感じです。住民さんのお家を移設します。橋と家ができました。案内所前は飛行場前と同じ道を敷いて統一感を出します。釣りの邪魔をしないように敷いていきます。高さのある家具を置きます。柵で囲んでエリアを区切っていきましょう。こんな感じになりました。工場前を飾っていきます。木の間にもマイデザインを敷きました。行灯を置いています。左側には湯屋を作るので看板を置きます。空が暗くなってからも楽しみです。この家具を置くと入り口感が出ます。湯屋の土台を作っていきます。ひとまず 4×4 マスにします。家具を置く前に地面も装飾します。2パターンのマイデザインを交互に貼っています。西部の街並みを置きます。温泉街をイメージしているのでヒノキ風呂を置きます。湯屋の左側は後日クリエイトするので今日は仮置きしています。ここは足湯スポットにします。この色の西部の街並みがしっくりきたのでおげ茶のマイデザインに敷き直します。濃い色のエリアがあると景色が引き締まるのでおすすめです。落ち着いた色の家具を置いていきます。こんな感じになりました。次は通路の右側を作っていきます。縦に7マスお借りしたマイデザインを敷きます。横にも伸ばします。
ベージュにリメイクした和風の柵を立てます。一素材の家具を中心に置いていきます。道を微調整していきます。道が空いているので桜の花びらの山を置いてみました。これで飛行場前は完成です。案内所前も仕上げをしていきます。案内所前も完成しました。次は福子ちゃんのお家周りを飾っていきます。生垣の柵を立てて両端に金木犀を植えます。ここで住民さんのお家が一マスずれていることに気がつきました。というわけでお家を一マス右に移設します。移設しました。これでここに和風の柵を立てることができます。微調整していきます。竹を植えて背景の隙間を埋めます。家の位置に合わせて微調整します。マイデザインを敷いて地面をなじませていきます。まずは周りを縁取ってから中を埋めます。ではお家前を飾っていきましょう。下に桜の木を植えるために微調整をしているんですが、ここに桜の木を植えたいんですけど、隣に崖があるので難しそうです。というわけで崖ごと全部を一マス後ろへずらします。一マス後ろにずらした分、周りも微調整していきます。木を植えることができました。ここはお茶屋さんにすることにしました。
空いた部分に桜の花びらの山を置きます。いい感じになってきました。最後に橋の手前側を飾っていきましょう。余談なんですが、今回は広範囲だったことに加えてマスずれが多発してしまったので、収録時間が5時間を超えていました。でも結果的に満足いくクリエイトができてよかったです。ここは山の延長のようにしておきます。右側は何を作るか決めていないので、今後右側次第で配置を変えるかもしれません。また余談なんですが、なぜ和風島を作ろうと思ったか説明をします。実はあつ森を購入して初の島栗は和風島でした。なんですけど、うまくいかなかったので途中で諦めてしまいました。この島はそのリベンジをしたいので作り始めました。ここ数年木や花を植えることがめったになかったので、皆さんにいつもと違う雰囲気をお届けできたらなと思います。ここもお茶屋さんの敷地内です。上りウォークと一気に雰囲気が出ます。低木や家具で隙間を埋めていきます。こんな感じになりました。家具を置いてもう少し密度を上げます。これで全てのエリアが完成しました。それでは完成映像をご覧ください。ここまでご覧いただき本当にありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価もお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。